皆さん、こんにちは、ゆりです。今日からゆりざあみだチャットを始めます。今日は第1回目です。このポッドキャストがどんな内容か、そして私がどんな人か、まずは簡単に自己紹介をしたいと思います。私は今、プレプリーというサイトで日本語や心理学を教えています。その前は大学で心理学を教えていました。専門は社会心理学でした。だから人と人の関係について考えるのが一番得意です。私は日本がとても好きです。時間があるときはよく日本を旅行します。綺麗な景色や美味しい食べ物、素敵な場所を見つけるのが大好きです。これからこのポッドキャストでもシェアしていきたいと思います。でも私は人が多いところが少し苦手です。ですからあまり有名ではない場所を紹介することもあるかもしれません。皆さんにとって新しい発見になるといいなと思っています。私がどんな人なのか、どんな考えを持っているのか、それはこのポッドキャストを続けていく中で少しずつ分かっていくと思います。このポッドキャストでは日本人の考え方や文化、食べ物、そして日本で今人気のあることを話します。今日は一人で話しています。でも次からは誰かと一緒に話したいと思います。その方が日本人の会話はこんな感じなんだと思ってもらえると思うからです。あと、私は心理学を長い間勉強してきました。ですので、時々心の話や心理学の話、自分の考えもシェアしたいと思っています。さて、番組の名前、あみだチャットのあみだですが、これはあみだくじから来ています。あみだくじは日本で順番や役割を決めるときによく使う遊びです。皆さん聞いたことはありますか？縦に線を引いて横に線を入れます。上からその線をたどっていくと思ってもいない結果になるというのが面白いんですね。名前の由来はその形、阿弥陀くじの形が仏様、阿弥陀如来の光に似ていることから来ています。そこから阿弥陀くじと呼ばれるようになりました。海外には阿弥陀くじと同じ遊びはほとんどありません。一番近いのはくじ引きです。小さい紙や番号を引いて順番を決める方法ですね。あと、ストローを何本か用意して短いストローを引いた人が負けという遊びもありますね。これも公平に決めるという意味では阿弥陀くじに少し似ています。でも阿弥陀くじのように線をたどって右に行ったり左に行ったりしてゴールに着くという形は日本だけのものです。だから日本らしい遊びの一つだと思います。私は子供の頃よく阿弥陀くじをしました。例えばお菓子を分けるとき、どのお菓子が当たるかな、もらえるかなとドキドキしていました。友達と一緒に遊んだ思い出があります。大人になってからも阿弥陀くじを使うことがあります。旅行で誰がどの部屋に泊まるのか決めたり、飲み会で席を決めるときですね。
日本では公平に、そして楽しく決める方法として今でもよく使われています。皆さんの国ではどうでしょうか？順番や役割を決めるとき、どんな遊びや方法を使いますか？もしよかったら日本語でコメントしてください。いろいろな国のやり方を知るのもとても楽しいですよね。このポッドキャストではそのあみだくじを使って毎回日本語の難しさと話し方を変えます。難しさは N4 レベルや N3 レベル、N2 レベルなどですね。話し方は丁寧語やタメ語、ビジネス日本語、関西弁などです。同じテーマを違うレベルや話し方で話すこともあります。その違いを楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に一つだけ注意点があります。レベルはあくまで目安です。時々難しい日本語を使ってしまうこともあるかもしれません。その時は多めに見てくださいね。このポッドキャストは2日に1回更新する予定です。1回更新したら1日休んで、また更新して1日休んでという感じですね。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。楽しみにしています。